こんにちは。まず最初にこちらの映像をご覧ください。発狂ゲージが溜まりきる直前に疾走からガードを行います。すると発狂が起きた際の硬直を無効化できます。本動画では状態異常を発症した際の硬直をキャンセルする方法について解説していきます。ナイトレインに存在する状態異常は全部で7種です。このうち、出血、凍傷、睡眠、発狂、死は状態異常を発症した際に特定のモーションを取ります。今回紹介するやり方はこのうちの死を除く4種の発症時のモーションをキャンセルできます。出血は発症の際にひるむモーションを取ります。凍傷も同様にひるむモーションを取ります。睡眠は発症するとふらつくようなモーションを取ります。このモーション中は操作を受け付けず被ダメージが 20% 増加します。発狂は発症すると頭を抱えるようなモーションを取ります。こちらもモーション中は操作を受け付けずこの間の被ダメージが 20% 増加します。次にここまでに挙げた発症時の挙動をキャンセルしてみます。出血の場合、凍傷の場合、睡眠の場合、睡眠についてもう少し、この状態異常を使用してくるホズミ深海の夜マリスがいます。マリスの攻撃で睡眠を発症した場合、発症後に HP と SP に継続してダメージを受けます。これをキャンセルすると、継続ダメージを受けません。常世版の個体はまだ未検証ですが、おそらくそちらも発症後のスリップダメージを無効にできるのかなと思います。最後に発狂の場合、以上の硬直キャンセルの実例でした。ここで一つ注意点。今回のやり方で防げるのはあくまで発症時の硬直だけなため発症に付随して起きる追加のダメージなどは防ぐことができません。また発症時のダメージが残りの HP を削り切るものだった場合キャンセルはできずそのままダウンします。ご注意ください。操作内容について、発症時の硬直をキャンセルする方法は3つあります。1つ目は冒頭でもお見せした疾走からガード。ガードするタイミングは状態異常ゲージが溜まる直前です。個人的には一番成功しやすいやり方。2つ目はダッシュからガードでガード解除。タイミングとしてはゲージが溜まりきる直前にガード解除を合わせるイメージです。3つ目はガードダッシュからガード解除。こちらもゲージが溜まる直前にガード解除を合わせます。お次は練習方法について。用意するのは火ダメ時に適当な状態異常が蓄積する深層の異物と魔術、ヨルミコの霧です。ヨルミコの霧は触れれば自身にもダメージがあるため先ほどの異物と合わせれば能動的に状態異常を発症できます。これを利用して発症の硬直を無効にするタイミングをある程度つかむことができると思います。実際の戦闘では蓄積速度が異なるのであくまで目安ではありますが。練習方法については以上です。一連の操作からお気づきの方もいるかもしれませんが状態異常の硬直を無効にする挙動はエルデンリング本編で一部のプレイヤーにジャストガードと呼ばれていたものとほぼ同一です。ジャストガードについて、相手の攻撃に合わせて先ほど紹介した操作を行うとひるみノックバック縦崩しなどの挙動が無効化されます。ここまで状態異常を発症するタイミングで行っていた操作を相手の攻撃に合わせて実行するイメージです。エルデンリング本編に実装はないためナイトレインで実行する手段が一つ増えた形になりますね。本来初レベルの追跡者はカボチャの強兵の攻撃を縦受けすると一撃で盾を離されてしまいます。ジャスガが成功すれば盾は減らされず縦受け時の硬直も発生しません。疾走からガード。
ダッシュ、ガード解除。ガードダッシュからガード解除。こちらはガード解除と同時にキャラを後ろに動かすと成功しやすいです。ジャスガのやり方については以上です。ここで少し実戦で使用した場合の映像をご覧いただこうと思います。以上がジャスガの使用例でした。普通に避けた方がいいかなとやっていて思いました。余談ですが先ほどお話ししたように本編でもこのジャスガは使用することができます。どちらかというと攻略よりも対人で使われていた印象が強いですが。ちなみに超過異常発症時の硬直キャンセルはこちらでも可能です。発症モーションにも利用できることは最近まで知らなかったのですが当時からご存知のプレイヤーもいたのでしょうか。最後に1点お伝えしなければいけないことがあります。本動画で紹介した内容はいわゆるグリッチにあたる要素を含んでいます。場所を選ばず使用するとトラブルの原因になる可能性があるため実行する際はその点を留意した上でご活用ください。睡眠の発症時の硬直をキャンセルすると頭部の睡眠エフェクトが1分間ほど持続します。このエフェクトがある間は睡眠が蓄積しません。ただ、この状態は敵からの攻撃を受けると解除されてしまいます。残念。